当てがあって言ってるわけではないんで時間はかかるんですけども、予期せぬものに出会えるみたいなことで言えば欠かせないことですね。自分でも何を見てるかわからない時があって、あっちもこっちも見ていたいっていうのと、あと何かがパッとその辺で動いた時にもさりげなく知っときたいっていう、何かが重なり合うと変になっちゃって、そこに反応してるんですよね、きっとね。言葉にならないうちに取っちゃおうみたいな。今回5点「Half Awake and Half Asleep in the Water」という奈良橋さんの作品を並べています。まずはこの作品というのはどういうふうな形で撮影されているものなんでしょうか。最初の1枚っていうのはもう本当に偶然で、友達と海水浴というかバーベキューをしに行った先でなんかラッコみたいに浮かびながら撮ってたっていうのが最初だったんですね。でそれでなんとなく面白かったので深みにはまったというのが最初です。あれなんかは岩瀬浜っていうのは富山の方の海水浴場で、あれは泳ぎながら撮ったという。かなり深いところまで行って、それでその岸辺の方を振り返って撮られているのか。必ずしも深いところばかりではないし、浅瀬もあったり、湖とか沼とか水たまりはさすがにまだないですけども、とにかく水と見れば試みようかなというようなスタンスで撮ってまして、できるだけ半分っていうのを目指してるんですね。それでハーフアウェイクってつけたので、半分水中のイメージを撮ろうということで。で私はニコノスという水中カメラを使ってるんですけども、覗いてここだと思ってシャッターを切るのと、その実際に映るののズレがあるんですね。で最初は水没ばかり覗きながら撮ってたら水没してたみたいなのはいっぱいありますけども、覗いたままでは絶対映ってないので、レンズがちゃんと半分水の中に浸かってるかなっていうことを確認して、あとはもう量を取るしかないですよね。で目的地に向けて量を取ると、あとはもうカメラお願いっていうことなので、全部偶然といえば偶然ですよね。これは関門海峡ですか。で向こう側が下関で手前が門司なんですけど、そこにめかり神社っていうのがありまして、その神社がもううってつけ、ここは私を待っていたんだと、なんかちょっと勘違いするようなぐらいにですね、海に向かって階段があるんですね階段が入ってくださいと言わんばかりに。このタイトルなんですけれども「Half Awake and Half Asleep in the Water」ということで、直訳すると水の中で半ば覚醒目覚め半ば眠るという、ただ水面上を漂っているというだけではなくて、我々見る側からしてみると、どこかその生と死の狭間というような、そんなことも感じさせる作品なんではないかと思います。ヌエというシリーズは初期の長い年数をかけて撮影されたシリーズなんですが。そうですね、90年に自分のギャラリーの03フォトスっていうのを作りまして、で、年に何回かという形で、個展をやり続けて、1年後ぐらいにそのヌエというタイトルと出会って、別に撮ってる写真はそれまでも同じようなもんだったんですけど、結局はそのヌエというタイトルで17回新作展をやりまして、展示しただけでも1000枚という、いつ始まったかもいつ終わったかもはっきりしないような撮影の仕方をしてまして、写真集にでもしないと収まりがつかないというか、終われなかったので、これが初めての写真集でした。これは姿がもうよくわからないその謎の動物というヌエから来ていると思うんですが、ヌエって頭が猿でしたっけ。で胴体がタヌキで、尻尾がヘビで足が虎とかいうすごい緊張感のない情けない絵に描くとすぐ分かるんですけども、要するに架空のものなので何を突っ込んでもいいという、何が撮りたいっていうものがなくて何でもよかったわけなので、そういうタイトルが器の大きさとして必要だったということで。おそらくこれいろんな場所に
行って撮影されているという。そうですね、日本各地に行ってます。これは鳥取の目玉親父ですよ、境港の水木しげる。写真集にもですね、撮影地とかその何年とかいうのが一切省略されていて、地名が必ずしも多分重要ではない、場所を定めずこうずっと移動していくっていうのは一貫してあるもんじゃないかなと思うんですけど、それは。そうですね、旅とか言うとちょっとかっこよすぎるんで移動だと思うんですけど、別にどこでもいいし、割とフラットに当てがあって行ってるわけではないんで時間はかかるんですけども、やっぱり予期せぬものに出会えるみたいなことで言えば欠かせないことですね。で、背景あるいはその場所がどういう場所なのかっていうことすらよくわからないままに、ちょっと風変わりなものが見えてくるとか映っている。どうも水っぽいもの、なんかちょっとわけのわかんないものっていうのに結構惹かれましたね。なんかこうぬめっとした質感というか、湿った感じというか。結果としてだと思いますね。なんかぬめっとしてるとか湿度があるとかウェットな感じっていうのはよく言われたけれども、自分でそうして焼いてたとかっていう記憶はないですよね。むしろハイコントラストにその当時の印画紙でいうと4号とかっていうので焼いてましたので、自分ではカラッとしてるなって思ってたんですけど。ただ一貫してこのシリーズでは、物に寄ってる感じがあると思うんですね。そうですね、異様に縦位置が多いんですよね。我々の視界っていうのは横に広がっているところからギュッと狭めて縦に切り取ることによって写真家のビジョンみたいなものが現れやすいというふうに言われているわけなんですけども、これはやっぱり物に反応してますよね。で、場所に対するその物があることによって生かされた部分みたいなのに興味があったんだとは思うんですよ。で、実は奈良橋さんは石内都さんという写真家と96年からこの「マン」っていう2人雑誌というか、を始められています。こういう形態で発信を始めたっていうのはどういった？写真展というライブ感がとても好きで、写真集に全く興味なかったんですよ。で、写真集そろそろ作らないのっていろんな人に言われても、そんなの別にそのうちなるでしょみたいな感じで全く興味なくて。で、日本カメラで95年に1年間連載して、知らない人がギャラリーに来たりとかいう経験をして、印刷物ってもしかしたら大変なことかもしれないということに気づきまして、で石内さんに「03で印刷物を作ろうと思うんですよ」って言ったら「なんか一緒にやりましょう」って急にパンと言われて、で、やったという。その後モノクロのシリーズを続けようか、それともカラーに行こうか考えていらしたで、フニクリフニクラというのが2003年に出るんですけども、それ以前のシリーズと変わったところが、まずはカラーになったということで、なるべく今まで撮らなかった光景を外側に広がりを、目線をやや上向きに。確かにヌエのシリーズでは物によって撮られていたんですけれども、ここでは広い視野を持って撮影されている。やっぱり試行錯誤がいっぱいありまして、カラーにしたりモノクロにしたりしてやってて、そのヌエのカラー版みたいなことをちょっとこうやりだしてはないんですけど、そういうのが見えちゃうとなんか自分でつまんなくなっちゃったんですね。で、自分でつまんなくなるともう動けないようなので、なんか何がじゃあ面白いかって言った時にこうちょっと引いて撮った写真にこう自分が反応してるっていうのがあって、このシリーズはかなり人が入ってきていると。そうですね、ヌエの場合やっぱりどうしても物として撮っている感じが強いので、あんまり人って入れられなかったんですけども、こう状況みたいなこの場面みたいなことになってくるとこう入ってくるっていう。例えばここでは観光に来ている子どもたち、どうも韓国の修学旅行で海ほたるに来てたみたいですけど、なぜか奈良橋さんの傍観する視線で見ると、こういうその日常的に普通にやっている行いがとてもこう少し奇妙な、ある意味でちょっと面白い感じに見えてしまう。
なんでしょうね、何かが重なり合うと変になっちゃって、そこに反応してるんですよね、きっとね。で何が変だって言えない部分でシャッターを押そうというのは何かあるんですね。その言葉にならないうちに言葉が立ち上がって、これは何とかだってこう言う前に撮っちゃおうみたいな。距離を取ってその光景に向かい合うと、当然いろんな情報が画面の中に入ってくると思うんですけれども、例えばこれなんかは看板の情報っていうのがすごく面白いっていうのは、これ撮る時にこういったものも全部踏まえて撮ってるんでしょう。それともなんとなく。全くこれは米子の駅前で降りて、街に対して挨拶みたいな感じでパシャって撮った一枚で、手前にはなんかモニュメントがあってホテルと重なってるのもこう映ってただけなんで、なのでネガを見てこんなもん撮ってたんだみたいに発見することってのはかなり多いですね。この写真集の中で僕が面白いなと思った写真、柳川水路でお雛様が船の上に乗っているのが中心的被写体なんですけれども、橋の上になんかお兄ちゃんが座っている、そこにパッと目が行くかもしれないですし、ようこそ柳川へっていう看板があったり、でもよくある職人芸的なスナップショットで見事に画面の中に全てが収まるっていう、そういう感じでは。絶対違いますね。それはずっと私は自分が下手な写真家だと思ってて、それでいいと思ってるんですけども、なんか壊したいんですよねそういう関係性とか、なんかそこでなんか関連されたり画面にきちんと収まってたりするともう嫌になっちゃいますね。ハーフアウェイクが最初に発表されたのが2001年で、きっかけとなった写真っていうのが、これが2000年に城ヶ島に行った時の写真で、この城ヶ島ってちょっと傾斜があって、で人もこうなんとなく点々としてくれるみたいなところで、本当最初はその水中を撮りたくて撮ろうとしたらあんまり綺麗じゃなくてしょうがないなと思って、ラッコのようにこう、カメラを胸の上でパシャパシャやってたらこういうのが撮れちゃって、で初め全然こう自分でもよく分かんなかったけど気になるぐらいのものだったんですね。で1年ぐらい経って写真美術館の企画展っていう話があった時に3つのシリーズを持ってって見せたんですね。そしたらなんかこっちが気になるって言われて、で私としてもこれをもうちょっとやりたいなっていう気になって、その夏に撮りためたのが初めての展示ということになりました。これは熱海ですね。今はもうない鶴屋ホテルとか映ってて、体が水の中に浸かって、視線がもうほとんど水面スレスレで、いわばその溺れそうな不安なあるいは不安定な視覚から撮影されている、そういう作品なんですけれども、このシリーズになるとこの独特の水に漂う浮遊感というか、身体感覚全体に働きかけてくるというか、見る者にとってはそういうふうに見えるんですけれども、で実は去年の秋から個展が開催されました。去年という年が初個展からちょうど20年だっていうことに気づきまして、それならあんまり記憶されていない「春はあけぼの」というシリーズも出しちゃいみたいな。本当に2009年の昨年の新作とヌエよりも前の、そうですね、本当に個展の初期作品というか最初期の。でこれももうすでに九州の桜島とかそういうところに行って移動しているなというのは。でこれが新作。ドバイというところになんかあそこもこう壊れてんだかなんかはよくわかんないような場所なのでちょっと興味があって、やはり日本だとあんまりこの街の写真と水の写真っていうのはどうしてもこう分かれてしまうんですけど、ドバイってこう水からそのまま砂漠のような土地があって、そこにいきなりパンパン立ってるわけで、なんか一緒に見えちゃう部分が自分の中であったのは行ってみて、発見したことでした。これがまた奇妙な。そうですね、チンドっていう韓国の島と島の間に道ができるとかっていう 1,2 時間で引いてしまうんですけども、
で韓国の人は鎌とビニール袋を持ってわかめを買ったり貝をほじくったりして、それの長蛇の列が実はああいうことに盛大に皆さんで潮干狩り的なことを、なんか初めちょっと宗教っぽくて嫌だなと思ってたんですけど、ところがどっこいたくましいという。目の焦点をわざと外して歩く、できるだけいろんなものが映るように右も左もいっぺんに見据えるよう、おかげで目つきが悪くなると。この最後の一言が奈良橋さんの文章の非常に僕好きな奈良橋節というかところなんです。それは置いといて、目の焦点をわざと外して歩くっていうことはおそらくこのハーフアウェイクの中にも共通しているその奈良橋さんの写真家としての目の特徴ではないかと思うんですけれども、そしてそのいろんなところに理由もなく移動していくという、なんていうか漂っていくというか浮遊していくような、でなおかつ脈絡なくいろんなところに出没するっていうような、本当にこう何を見てるか、わからない、自分でも何を見てるかわからない時があって、であっちもこっちも見ていたいっていうのと、あと何かがこうパッとその辺で動いた時にもそれをさりげなくこうやって分かるんじゃなくて、さりげなくこう知っときたいっていう、なんか変ですかねなんかそういう気持ちが強くて、なんか同時にいろんなことを把握しておきたいみたいな。